新品のサスペンションが2セット注文ミスりました。おはようございます。サブチャンネルの世界へようこそ。今回の動画はもともとサブチャンネルの予定だったんですけど、編集してみたら結構内容濃くて面白い感じになってたんで、メインチャンネルでいきたいと思います。前回エンジンかけた時ちょっと燃料薄くてバックファイヤーしてパンパン言ってたんですけど、アイドルスクリューちょっと開いて燃料濃いめにしたら結構エンジンの回転が安定するようになりました。だいぶパンパン言わなくなったんだけど、でもねまだちょっとねたまにこうパンパンってこうバックファイヤーするから、多分スロー系アイドルジェットとかをもう一つ番手上げてもいいのかなって思います。今ね45番の F 級ついてるんで、多分50番の F8 標準に戻すかなとかちょっと今悩んでます。こっち前回買ったサスペンション、そしてこっちが今回新しく買ったサスペンション。形状ちょっと違いますよね。長さも違う。うちのケーターハムリアの足回りもともとはドディオンのはずなんですよ。ボディの形状から推測すると多分ね。ただリジットの足回りに交換されてて、部品注文を間違えてしまいました。あとフロントもねワイドトラックっていうちょっと変わった足回り、タイヤのトレッド幅が違うやつに変えられちゃってたんで、そこでも注文を間違えてしまいました。だからもう前後ともにね足回りが全く違います。こっちのリアサスは取り付け形状が違う。こっちのフロントサスはサスペンションの長さが足りないということで新しく買ったやつ。この年式のワイドトラック用のやつが生産終了なのかな。もうどこ探しても売ってなくて、ダメ元で年式違いのやつ買ってみたらダメでした。全然ね長さが違う。形状はギリギリつけれそうだけど長さが全然違くて、多分車につけられないのでどのみちこれつけれません。今回はこの今ある足回り、これを使ってニコイチでどうにかダンパー作っていきたいと思います。まずは今ついてるこのサスペンション、これ外していきます。よいしょ。外したショックはこちらです。こっちがフロントについてたやつで、こっちがリアについてたやつです。もうご覧の通りね、もうオイル漏れてもギットギト状態です。うわーひどい。もうこれじゃあね車検通れないんで、だから交換していきます。とりあえずどっちから作業やっていこうかな。リアからいきますか。とりあえずリアから。外したやつと新しいやつをね3本並べてみました。今下側はね穴の位置揃えてます。で上の方にずっと見ていくとこうなります。長さがね揃ってます。トップの位置が同じ。ただ違うのはこの固定方法がボルトを横から刺すタイプかボルトを上からこう止めるタイプかみたいな違いです。これがリジットとドディオンのボディ形状の違いでこうなってます。でもともとついてた方はこんな風に何ていうのかな、アダプターみたいなのがついてて、その下はねフロント用のショックがついてるんですよね。長さが短いのだから、その長さを稼ぐためにアダプター入ってるんですけど、全体的なほら全長は短くなってるから車高を下げるためにね多分こうしてるんだと思います。とりあえずこっちの新しいやつ分解していきます。
まず上側のこの留め具というかカラーみたいなのを外して、でバネを引っこ抜いて、でこのアッパーマウントのこのナット外して、これを外して、ブッシュも外しちゃって、よいしょ。そうするとね、ここの頭の部分、ここほら裏からナットで留めてある状態なんで、このナット緩めてこの上がねロッドから外れるんですよ。だからここを外して頭付け替える感じです。バイク乗ってる人がよくやるやつかな、アイボルト交換だっけ、名前忘れちゃったけどね、ここのやつ長さ変えたりとか、そういう風にやるカスタムのやり方ありますよね。それと同じことをこの車でやっていきます。ショックの作りがねもうバイクそっくりなんですよ。だから同じように作業できるかなと思ってます。とりあえずこの古い方もちょっとボルトを外して、でこのアダプター外して、これでバネが取れると。バネのレートは書いてない。消えちゃったのか。あ、違う。これバネカットしてる。これバネカットされてます。なんかうまい具合にこうスラッシュして切ってるけど、ほら違う、巻き終わりが違う。上側は普通こうですもんね。タンメンってこうなりますもんね。こういう感じになるはずのタンメン、下側カットされちゃってバネレートが消えちゃってる。もう何キロのバネなのか、どういうあれのバネなのかもわからない。メーカーもわからない。こっちのショック外したやつもね、裏側こういう風にナットになってるんで、ロッドとの固定がナットだから、これ緩めてこの頭を交換しちゃいます。問題は回ってくれるかどうかなんですよ。多分緩まないようにね、ネジロック剤が塗ってあるはずなんですよね。そう簡単に緩むかな。あ、ナットは緩むね。いけるね。ナットは緩むけど、こっちの頭の方が回らない。ダメだ。そしたらば、なんか多分簡単に緩まないようにね、ネジロック剤がたっぷり塗ってあるみたいなんで、バーナーで炙ってネジロック剤無効化してネジ外していきます。バーナーで炙るとゴム溶けちゃうから、ブッシュだけ先にプレスで打ち抜いてきました。であとはここをガンガン炙ってネジロック剤燃やしちゃいます。炙ってからちょっと冷めるまで放置してました。これでちょっとラスペネを気休めに塗って、こうだな。あ、いくじゃん。全然余裕で回んじゃん。バーナーってすごいね。簡単に回るわ。ほら、やっぱりネジロック剤もバーナーで炙るのがいいんだね。お、外れた。熱い。じゃあ同じようにもう一本のやつも外し終わりました。頭2つ。ちょっとサビが出てたから塗装してきました。黒く綺麗になりました。で裏側はこの後ネジ締め込んでネジロック剤塗るから、ネジは綺麗にしてあります。新しくつける方のショック、これも頭同じように外していきます。取れた。これでつかないかな。いけるいける。おお、いける。ぴったり。そしたらリアのショックはこれで付け替えできちゃうから、ここパーツクリーナーできれいに脱脂して
ネジロック剤高強度、二度と緩まないようにこれでくっつけてきます。走ってる最中に緩んできたら嫌ですからね。しっかりとトルクかけて締め込みます。 OK、 これでリアショック完成。おお、できた。素晴らしい。ニコイチ。これでこうやってバネが入って、プリロードはまあとりあえず仮ということでゼロプリでいきますか。テンションかかんない、バネが遊ばない、ぴったりなところで、これでリアサス完成。同じように反対側も作っちゃいます。ダッシュしてネジロック剤をつけると。よし、バネ入れてスペーサーこれを入れて、よし完成。フロントサスペンションはこれだけ長さが違います。結構ね長さ違うんですよ。ワイドトラックになってる分だけサスペンションの長さが長くなってます。で標準仕様だとこの長さになっちゃうから、ここのネジの入ってるところにこういうスペーサーを入れて、ここの分をねサスペンションの長さを長くしようっていう商品がケーターハム純正でこういう風に売られてるんで、これつけてサスペンション長くしていきたいと思います。次フロントのショックも同じようにやっていきます。ショック固定してバーナーで炙る。あっちいよ。でここにこれを入れます。最初に説明してたカラーみたいな。あっ、冗談。まあどういうこと？一応メーカー純正品ちゃんと買ったんですけど、ネジのサイズが合ってませんでした。車外のサスペンションには使えないのかな。ちょっと考えます。考えました。これさっきリアサスペンションから外したこのなんていうの、アッパーマウントの部分、これがここにつけばいいっすよね。奇跡的にここの軸の太さとこっちのネジの太さで、要は軸の太さが同じだったから、これそのままタップ切っちゃいます。ここにつけるステーの長さはこうやって下側揃えといて、でサスペンションの上側元の位置と同じような感じになるように、このぐらいでネジ切って取り付けできるようにやっていきます。切っては戻し、切っては戻しで少しずつ。ちゃんと山かじったから、あとは削っていくだけ。ネジ切れました。どうにかいけた。よかったよかった。これで多分サイズ大丈夫だと思うんだけどな。ちゃんとネジちゃんとしてる。大丈夫。これでいこう。なんとかいけそうだからこのまま組んじゃいます。とりあえずフロントショックを準備して、まずはネジ山掃除。いやさっき掃除した気がするけど、もう一回掃除してダッシュして、こっち側もダッシュをして、
ネジロック剤をつけて、よし。それでまずはスペーサーとなるこれを入れちゃうと。まさかね、サイズが合わないなんて思いもしなかったよね。メーカー純正品として買ってるからね。よし。で次こっち側のスペーサーのネジ、こっちも脱脂をして、でこっちも脱脂して、ギュッギュッとギュッとできたー。元のやつと比べるとこのぐらい伸びました。いいですね。純正のちゃんとロングバージョンと長さが合ってる。いやーよかった。どうにかうまいこと言った。そしたらあともう一本これやらなきゃいけないんで、これは映像をスキップします。できました。じゃーん。フロントサスペンションの長さも大丈夫ですね。こんな感じで、ほらぴったり。いやー素晴らしい。最近こういう作業なかったからな。ニコイチとか他車種流用とか、こういう風にいじって特にどこが変わったかわからないような仕上がり、大好きです。出来上がるとすごく気持ちいい。そしたらこれを車に組んでいきたいと思います。よし頑張るぞ。ただいまの時刻夜の8時半。このまま作業をやって今日は多分12時過ぎます。メインチャンネルの撮影もやってるからね。とりあえず今サブチャンネル撮影してるけど、メインチャンネルも一緒にやってるから作業時間はねめちゃくちゃ遅いです。とりあえずフロントから組んでいきます。入るかな、入るかな。入ってくれないと困るんだけどな。次はリア。やっぱそのままじゃつかんか。名車再生スーパーセブン。チャンネル登録よろしくね。サスペンション取り付け翌日です。昨日いろいろ作業やって結構ハマってしまいました。とりあえずフロントはねそのままポンでつけれました。フロントは大丈夫だったんですけど、リアがねちょっと一筋縄ではいかなくて、結局カメラ回ってないところでねいろいろ試行錯誤やりながらやっとちょうどいい方法を見つけたから、ちょっとそれ紹介していきます。とりあえずこんな風にちゃんと取り付けはできたんですけども、何が起こったかというと、この車もともとはドディオンっていう足回りで、ホーシング、このホーシング、これね足デフのところ、これがねノーマルじゃないんですよ。もともとはドディオンっていうやつで、今これリジットに変わってて、このリジットに変わってることによってここの取り付けの部分と、あとここのスペース的な部分とちょっとねうまいこといかなくて、このショック全伸ばし状態、足が全開で伸びた状態のままここにつけようとすると、これね長すぎて入らないんですよ。多分ドディオンもリジットも本来ショックストロークはね同じなんですよ。ドディオンの場合だとこの上もこの丸型、下も丸型で、取り付けがねこういう感じ、斜めにつく。取り付けボルトがね後ろの方に来るんですよね。でショックストロークはノーマルのままで、リジットになると取り付けがこっちの前の方に来るんですけど、アッパーの方が最初に見てたフレーム突き抜けるタイプになるから、その分上側にストロークの余裕が出て、結局ショックのストロークはノーマルのままみたいな、そんな感じになるはずだったんですけど、これフレームがドディオンで足回りがリジットになっちゃったから、その分の取り付け角度がずれちゃって、
結局ショックのストロークを短くしないと取り付けられないみたいです。だからバネがねそのままの長さだと入らなかったから、フロントについてたサスペンションからバネ抜いてこっちに移植して、ここのバネ短くして、ほらこんな風に短いバネに交換して、これでショック自体を短くしてでつけることができました。だから実際ねショックのストロークめっちゃ短くなってます。どのぐらいだろう、リアの標準の長さの3分の1は短くなったかな。半分までは短くなってないと思うんだけど、でもそのぐらいねショックストローク短くしないと車に入れることができませんでした。何のためにこれ足回りリジットにしてるかわかんないですけどね。リジットの方が走りの性能いいのかな、それともわざとスーパーセブンらしくクラシックにしたかったからリジットにしたのかな。なんでこれにしてるかわかんないけどね。とりあえずただ言えるのは、取り付けそのままじゃ普通につかない。相当切った貼ったなんかいろいろもう無理くりどうにかしてつけないとサスペンションつけられないです。とりあえず今分かってるのは、このサスペンションのストロークを短くしてというかストロークを犠牲にして、バネをフロントのレートの高くて短いやつに変えればどうにかつけることができるのは分かったんで、とりあえずこっち側ももう一つバネ交換して車に組んじゃいたいと思います。映像はスキップします。組み付け終わりました。タイヤまで組んじゃいました。そしたら車を下ろしてサスペンションがちゃんと動くかどうか、どのぐらい車高が上がるのか下がるのかチェックしていきたいと思います。とりあえずフロントはプリロードゼロで組んだんで、多分ね相当下がるんじゃないかな。下ろします。おお、下がるね。下がるね。あら、こんな下がる。これちょっと下がりすぎだなマジか。下ろします。あ、ほとんど伸び側のストロークない。人が乗ると変わる？あ、人乗るだけでだいぶ下がるね。後ろガソリン入れてみないと分かんないな。とりあえず現状の車高こんな感じです。フロントがねちょっと下がりすぎ、やばいぐらい下がりすぎ。ちょっとカメラだと分かんないかな、分かるかな。前下がりになってるんですよ。どのぐらい下がってるのかっていうと、現状の最低地上高は9センチないですね。タバコの箱が9センチです。箱が入らないから今最低地上高8センチぐらい、7センチかな、多分そのぐらいだから、フロントねあと2センチぐらい上げます。2センチ3センチ上げてもいいかな。ちょっとこのままだと低すぎるから、プリロードかけて、バネ縮めてもう少し下がらないようにします。意外にちょうどいい高さ出たかもしれない。この車一番低いとこオイルパンなんですけど、今現状で113ミリということは悪くないかな。このあとガソリンも入れなきゃいけないし、あんまり低すぎるとオイルパンヒットしちゃうしね。とりあえずこのぐらいでいってみよっか。そしてアームのボルト類一時締めしておきます。今ジャッキで足上げた状態になってるんで、架空の一時状態でブッシュのボルトナットを締めておきます。ここタイヤついちゃうとね締められなくなっちゃうんですよ。
大体ですけどね、大体こうやってホイールに当てて、でここの空気がこう真ん中に来るようにちょっとダイヤルいじってあげて、で角度を見る。おおよそ2度。ちょっとキャンバーつきすぎなんで調整していきます。ちなみに反対側は 1.5 度ぐらい。よいしょ。キャンバー調整はここのアッパーマウントのボールジョイントの長さを伸ばして調整していきます。なので一回ここのボールジョイント外しちゃいます。お、いった。1、これで 0.3、 これで 0.6 度、 0.7 度ぐらい。このぐらいでいいか。あんまり立てすぎるのもあれだけど、寝かしすぎるのもよくないな。よいしょ。1、2、よいしょ。よし。タイロットエンドのブーツバンドつけていきます。足回りのオーバーホールなんか作業やってた時にこっち側だけねブーツバンドついてなかったんですよ。で針金でもよかったんですけど、見た目良くしたいから部品注文したんですよ。でこれをつけていきたいと思います。とりあえずタイロットエンド外します。バンドをかけて、よいしょ。よし、バッチリぴったり入った。ブーツバンドぴったりでした。ちなみに今回使ったのはホンダのブーツバンドです。サイズぴったりでした。あと付け忘れてたハブキャップ、これも新品が来たからつけときます。グリス入れて、ちゃんとグリスパックして、水が入っちゃうからね、グリースパックして組んできます。よし。よし、OK。最終的にキャンバー角、左フロントが 0.5 度、右フロントが 0.8 度に収まりました。かなりキャンバー角控えめだけどね、街乗りしかしないから多分このぐらいでちょうどいいと思う。まあスポーツ走行するんだったら1度とか2度、サーキット走る人とか2度ぐらいつけるのかな。多分そのぐらいつけてもねいいと思うんですけど、本当街乗りしかする予定ないから、キャンバー角はね多分このぐらいでちょうどいいと思います。あとはちょっと走ってみて足りないようだったらもうちょっと足すし、まだこれでもつきすぎないようだったら減らすし、走りながら調整していきます。これにてサスペンション交換終了。なんとかつけることできた。よかった。でもなんで後ろリジットに交換してあんだろうこの車。リジットの方が速く走れるのかな、もしくは昔そういうチューニングが流行ったのかな。ドディオンからリジットに変えるカスタムみたいな。その方が車高が下げれるから、それともクラシックにいじりたかったのかな。謎は深まるばかり。よくわかんないけど、まあとりあえず現状走れそうな感じに組み直せてよかった。ということで今回はスーパーセブンのサスペンション交換の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。